では今回はウォッシュの練習をしていきたいと思います。ウォッシュは水をたくさん使いますので、こちらのコットン 100% の紙ウォーターフォードホワイトに書いていきます。ウォッシュにはこちらの筆を使っていきます。こちらの筆はリスの毛でできていて、水分をたくさん吸い込みます。ウォッシュとはたっぷりのお水と水を含んだ筆で平面を描いていくという技法です。ですのでこちらの水分がたっぷり入る筆が適しています。太さも太いです。ウォッシュは空に使うことが多いので空の色を使っていきます。セルリアンブルーです。たっぷりの絵の具を溶いたらたっぷりのお水で溶きます。このぐらい水っぽくします。まず最初に基本の単色ウォッシュという一色でウォッシュを行う描き方をやります。ではこちらの紙がブロックの紙なんですが、ウォッシュは少しだけ紙に角度をつけると描きやすいです。非常に水の量が多いので少し傾けると水分が均等になります。こちらが単色ウォッシュと言います。では次にこちらのウォッシュをだんだん薄くしていく、白っぽくしていくというのをやっていきます。同じように絵の具を溶きます。少し画面を傾けて塗ります。ここまで塗ったら筆を一回洗います。はい、このようにだんだんと下の方をぼかしていきました。画面を傾けます。こんな感じになっています。では次に2色ウォッシュという2色を使ったウォッシュをやっていきます。こちらの青から黄色に持っていきます。黄色と青が混ざると緑色ができますので、最初にセルリアンブルーのこちらの青を塗って黄色イエローを入れますが、中間が混ざって緑が出てきます。ではやっていきます。少し傾けます。青と黄色がきれいに混ざるように傾けます。コットン 100% の紙なので水分はほとんど吸い込んでくれるんですが、下の方に少しこのように水たまりができたりします。この水たまりはティッシュで拭いてあげてください。はい、こちらが2色ウォッシュになります。こんな感じになっています。では次は2色ウォッシュで青から赤に持っていきます。夕暮れの空を表してみたいと思います。こちらの水分量はたっぷりのお水で溶いてください。少し青が薄かったのでもう一度青を上からかけます。コバルトブルーも少し入れてしまいます。完全に画面が濡れているときは
2回やっても大丈夫です。でもできれば一発勝負の方が綺麗にいきます。はい、ではできました。こんな感じになります。はい、では今4種類のウォッシュをやってみました。上から単色ウォッシュ、2番目がウォッシュをぼかしていく、そして3番目が2色ウォッシュで青と黄色、4番目が2色ウォッシュで青と赤になります。では次に最後に塗ったこの青と赤のこのウォッシュに雲を描いていきたいと思います。まだ濡れていますので作業ができます。乾いたティッシュです。このようにして絵の具を取っていくと白く空ができます。乾いているともう取れませんので、濡れているうちにですね、こんな風にティッシュで取ります。ティッシュで取るとこんな風に自然にできます。またはこういった筆で水をつけて取ってしまうというやり方もあります。このように後から絵の具を取る技法のことをリフトアウトと言います。